これは、まだアダムが首位だった頃のお話。ジャパンカップジュニアサーキット最大の鬼門。レーンチェンジ。速いマシンで通過すると、カタパルトのように飛び出てしまうので、角度がついたローラーの力、つまりダウンフォースでマシンを抑えるのだけど、内側のローラーは壁に当たらないので、浮き上がってしまう。ルール無用ならコースの幅までローラーを広げれば良いのではと思うかもしれないけど、通れない。ルール無用走者が必ず経験するこの現象。ウェーブセクションは部分的に幅が狭くなっているので、コース幅ギリギリまで広げたマシンは引っかかってしまうのだ。幅が可変すれば良いのでは？つまりローラーをコース幅まで広げて安定性を上げつつ、狭い部分はローラー幅が変化してスムーズに通過できる。という算段である。というわけで開発を開始する。ベースとなるのは以前開発した、アダム。前回はリアモーターだったので、今回はフロントモーターにしよう。右側のバンパーを再設計して、細かい部分を修正。先端の可動部分を作れば、3D データ完成。ベースがあると開発が早くて良いな。3D プリンターで召喚中。できたのがこちら。これが、シャーシ？なんかマンジっぽいな。ここからは組み立て。これにバンパーの先端をつければ、バンパー可動式マシン、マンジ、完成だ。使徒っぽい名前にしようと思ったけど、マンジにしか見えないんよ。ボディはいつものやつを搭載。動きはこんな感じで、スライドダンパーのバネで開くようになっている。バネを交換すれば強さを調整できるぞ。ウェーブセクションはこんな感じで、スムーズに通過できる。はず。マシン重量は 67.52g。ギミックを入れた割にアダム素体とあまり変わらなかった。まずはノーマルモーターでシェイクダウン。スイッチオン。ゴー。ふむ。見た目はヘンテコだけど走りは良い感じだ。ウェーブセクションもスムーズに通過できている。次はプラズマダッシュ行ってみよう。スイッチオン。ゴー。おー。よし、入った。タイムは 2.73 秒。なかなか良いけど、アダムの記録には及ばないので。バッテリー満タンでリトライ。スイッチオン。ゴー。いけるか？ダメだった。スローで見るとこんな感じ。いつも浮いてしまう右サイドがしっかり押さえ込まれている。ただ今度は左のローラーが遠心力で壁から離れてしまい、ダウンフォースが失われているように見える。左右両方稼働すれば良いのでは？ 3D プリンターで召喚。組み立て省略。左右バンパー可動式マシン、ダブルボー、完成だ。マンジ要素は薄まって、弓のような形状になった。マシン重量は 68.75g。マンジより少し増えていると思ったけど、プラズマダッシュはノーマルより 1.2g くらい重いので、マシン重量はほぼ変わっていない、ということに編集中に気がついた。いきなりプラズマダッシュでシェイクダウン。スイッチオン。ゴー。左右に突っ張って浮いてしまってゴー。どうだ？入った。タイムは 2.83 秒。常にローラーが当たっている影響か、タイムは微妙だな。ここは引き算と足し算の組み合わせ。アトミックチューン ×7.4V で程よい速度を狙ってみる。スイッチオン。ゴー。はやー。ここ最近で一番のクラッシュを決めてしまった。そしてよく見るとリアのホイールが割れてしまっている。ホイールの加工は大変だけど、作り直し。ついでにセッティングをちょいと変更し、バッテリーを満タンに。さらにここからはボディなしで戦うことにする。ボディがなければアダム素体より軽いのだ。これでタイムを更新したい。
スイッチオン。ゴー。なかなか良いぞ。タイムは 2.56 秒。あと少し。7.4V を使いたいけど、アトミックチューンだと速すぎる。ではノーマルモーター ×7.4V はどうだろう。これで程よい速度になるはず。スイッチオン。ゴー。なんか音が変だぞ。タイムは 2.66 秒。遅くなってしまった。そうだ。キャッチャーが、どうしよう。あ、そうだ。マシンを見てみるとまたしてもホイールが。映像を見返すと、走行前にはすでに割れていたみたい。また作り直し。さらに右フロントのバネを強いものに交換。これで先ほどのアトミックチューン ×7.4V に再挑戦。スイッチオン。ゴー。そうだー。やっぱりダメだった。そしてまたしてもホイールが破損。さらにはプロペラシャフトのギアも破損し、二輪駆動に。スポークと共に心も折れてしまった。いや、まだだ。ホイールは破損していない古いものを使おう。ギアは新しいものに交換だ。まだこいつの進化を発揮できていない。そしてパーツボックスから比較的弱いモーターを出してきた。7.4V で程よい速度になる組み合わせをひたすら探すという、泥臭い戦法で行ってみる。ノーマルモーター。2.53 秒。古いレブチューン。2.86 秒。ライトダッシュ。2.50 秒。古いトルクチューン。スイッチオン。ゴー。よし。入った。タイムは 2.38 秒。ついに 2.48 秒を切ったぞ。スローで見るとちょっとだけマシンが浮いているものの、安定して抑え込めている。もう少しギリギリを確認したいので、タイムアタックを続行。遅い。そして、古いアトミックチューン。スイッチオン。ゴー。早い。きたー。タイムは 2.26 秒。スローで見ると、左サイドが壁ギリギリまで上がっていて、3回目で耐えられずすっぽ抜けてしまった。まあタイムが大幅に更新できたからよし。と思ってツイッターに投稿した6分後。マジか。今回はボディを捨てた上に、最後はかなり泥臭い戦法でなんとかタイムを更新。と思った矢先に魔王の一撃で叩きのめされてしまった。空力マシン恐るべし。一方で、空力開拓とても面白そうなので、良さげな案を思いついたら手を出してみようと思う。